皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回はラケットのことで、重量で今回やってみようかなと思います。やはり一番試合で勝つために本人がその一人一人の選手が一番やっぱ勝ちやすい用具、エネルギー効率が非常にいい用具っていうことになるんですが、やっぱり自分の触れる範囲内でラケットを重くするっていうのが一番ベストです。触れる範囲、今攻撃が主流なんですけど、カットでもいいです。でペンツブでもペンドラでも一緒です。自分のその持ち味である武器がしっかり触れる範囲、フォアドライブ、バックドライブがしっかり触れる、その範囲でできるだけ重量を重くしてあげるっていうのが一番ボールに威力が出ます。全国各地回ってて用具で重さとのバランス、選手とのバランスが合ってないなと思う選手は非常に多かったですね。この子にはちょっと重すぎる用具、もしくはこんだけ力があるのにラケットが軽すぎてうまくパワーが出ていないっていう2通りのパターンがやっぱり一番多いです。だからこれだとせっかくいい用具を使ってても今高性能な用具がいっぱいありふれてますので、その中でそのバランス、重量のバランスを失敗してしまうとせっかくの用具が半減してせっかくの練習の効果が半減してしまいますので、なので今日は皆さんに合った重さのラケットを選んでもらいたいなと思います。小中学生で卓球を始めたばかりの子たちは、ラケットの重量的には175から185ぐらいの間が一番ベストですね。その間、もしくはちょっと力のある中学生だったら 190g ぐらいまで大丈夫なのかなと思います。で高校生の子たちは力がついてきているので、180以上は最低使ってもらいたいですね。 180g から195g ぐらいですね。高校生の場合は特に力の差がすごい大きくなってきますので 195g まで使える方も出てきます。でパワーのある人はさらに 195g 以上のラケットを使ってもらいたいですね。で非力な人で、もしくはその体のキレ、動きの速さなどをとにかく追求する人はやっぱ 170g 台ラバーを張った状態でその軽量具合が一番いいのかなと思います。で今ざっくりいろんなパターン言ったんですけど、でも一般的には180から190グラムぐらいの間が社会人の方とか一般の方が一番収まりやすいグラムですね。なのでそれが一番日本の人は多いのかなって感じがします。で実際このグラムは重量は正直なところ、例えば半年前は185グラムがちょうどよかったって言って打ってても、半年も今経った状態で 185g がいいというわけではないです。正直なところ感覚変わっています。力の発達具合、もしくは人によっては衰えている場合もあります。やっぱ練習量が減って筋力が衰えている社会人の方とかはむしろ185をキープしたまま学生時代のままの重さでラケットを振るっていうのは同じスイングスピードでやっぱり無理です。なので少し重量を軽くする 2g、3g、183とか182をチョイスする、もしくは高校生だったら練習量が増えてきて185から半年経ったら186、187にグラムにしてあげるっていうふうにちょっと重くした方がスイングスピードがちゃんとその1、2グラム重くした状態でもしっかり確保される状態が生まれていますので、結果的にパワーが出るボールっていうのがうまく出ると思います。高校生とかで筋力がついたんだけどなかなかボールにスピードが乗ってこないっていう子たちもいると思います。でやっぱりそういう子たちは用具はやっぱそのままの傾向が強いですね。同じグラムの同じ用具をずっと2年3年使ってしまうと体と筋力がすごい上に上がっているのにボールは走らないっていう状態、すっぽ抜けたボール球が出ちゃう、軽いっていうのになってしまいますので、成長とともにラケットを重くしてあげるっていうことが必要かなと思います。なのでそういうふうに社会人の方は軽くしたり重くしたりという調整を日々、皆さんやってる方多いと思うんですけど、あとは高校生大学生の子たちはできるだけちょっとずつ重くしていく思考、重くしていく流れを持っていくようにしてください。特におすすめなのはそういう 1,2g の差をどうやって作るかっていうと、接着剤とかでもいいかもしれないですね。接着剤を多く塗る薄く塗るでグラム数が 1,2g は変わりますし、あとはサイドバランサーですね。日卓さんのサイドバランサーを先端にちょっと 1,2g つけてあげるだけでも、高校生とかこれからに向けて 1,2g ちょっとつけてパワー測るっていうのもいいかなと思います。だからそういううまく用具も変えずに微調整する方法もありますので、そういうのも参考にしていただけたらなと思います。であとは他に、触れる範囲で
重くするっていう、その触れる範囲っていうのがどのぐらいのレベルかって言いますと、やっぱり自分と同じぐらいのレベルかちょっと上のクラスでしっかりフォアハンドバックハンドが振り遅れないで触れる範囲がやっぱり自分の触れる範囲かなと思います。やっぱり自分よりも実力的に落ちてしまう選手とやるときはどんだけ重いラケットを使ってもやっぱり触れちゃいます。なので勘違いしちゃいますね。自分は重いラケットここまで 200g 超えても触れるっていうふうに思っちゃいます。でも実はそれではなくて、自分と同じクラスかちょっと上のクラスと当たった時にやっぱ速い卓球、速いその展開が予想されますので、その時にちゃんと 200g のラケットが触れるのか振り切れるのかどうかっていうのですね。実際私はそれで強い選手とやった時に重すぎるラケットはやっぱ体が動けなくなって振り遅れたり角に当てることが多くなっちゃったので、やっぱ自分は適度な重さがちょうど185ぐらいがベストなんだなっていうふうに気づいて、今は185前後で微調整しながらやっています。なので自分の基盤のベースのグラムっていうのを作ってもらって、そこからちょっとずつ 1,2 グラム上げていったり下げていったりっていうふうにやると、一番エネルギー効率のいいラケット、最適なラケット、皆さんに合った重さのラケットっていうのが選べると思います。全国回っててやっぱ用具の重すぎる組み合わせもしくは軽すぎる組み合わせっていうのをすごく多く感じましたので、なのでよかったらこれで自分は本当はグラムもうちょっと重くした方がいいのか軽くした方がいいのかっていうのを考えてもらってやってもらえたらなと思います。であとは軽くする時のメリットなんかもちょっと紹介します。で軽くするとやっぱりラケット自身が軽いので動きが軽くなります。フットワークが軽くなります。足が速くなりますね。飛びつき戻り詰まった時、バックハンドの遠い時など、移動する時の足の速さっていうのがアップしますね。なので俊敏に小刻みに打ち合いをしていきたい人はちょっと軽めのラケットを選ぶ方が持ち味は生かしやすいのかなと思います。であとはやっぱボールの重さ、パワー、一球一球のボールの質を上げたい人、回転とスピードのトータル値を上げたい人はやっぱりラケットを重くした方が絶対的にパワー、相手に押されない、相手に威力で圧力で与えるっていうのはやっぱ重い方が断然できますので、同じフォームで同じ振りだけでしててもやっぱ重い方がドーンと回転量の強い球が出ます。なのでやっぱそこら辺のバランスをうまく、どれだけ早く動けてどれだけパワーが出せるかっていうその絶妙なバランス内でできるだけ重めの用具、触れる用具で重めの用具をチョイスしてもらうのがやっぱり一番勝ちやすいのかなと思います。やっぱトップの選手もやっぱ強い選手ほど重めの用具を選んでいる傾向にありますので、やっぱ力のある選手、振り切れる選手はできるだけ重量のあるラケット、用具っていうことになります。なので皆さんも学生の子たちはできたらこれからちょっとずつ重めに思考していくのがいいのかなと思います。で社会人の皆さんは適度なところで軽くしたり重くしたりというのをうまくチョイスしながら選ぶと、皆さんの最適なラケット重量というのが見つかるのかなと思います。ぜひ皆さんこれでエネルギー効率のいい卓球、ラケット重量無理のない、怪我のない、一番練習量通りのいい球を出す卓球をやってみてください。